こんにちは、なすいです。今回は2026年の夏、今年僕がしたいファッションを紹介しようかなと思います。あと、髪染めました。ちょっと茶色っぽい、赤っぽい、ブラウンみたいな感じかな。ブラウンだけど少し赤みのある感じの明るめの茶色にしました。ピンタレストとかで結構探してて、でなんか今年はちょっと毎年と違った感じの空気感、僕的にはちょっとリラックスしたムードが結構好きだなって思ったので紹介しようかなと思います。で、5月6月あんまり夏のしたいファッションがなんか今までとちょっと違いすぎて購入品もあんまりしてなかったんですけど、今ちょっといろいろなんか自分がしたいファッションを改めて見てみて、なんかこういう今までしてなかったからちょっと買いたいものとか購入品が少なかったんだなって気づいたので、ちょっと自分がしたいコーデを紹介してみようかなと思って回しております。ということで早速行ってみましょう。はい、ということでこんな感じでちょっと見てたんですけど、一つ目からまず紹介しようかなと思うんですけど、今年ですね、結構パッと見てもらったら分かると思うんですけど、サンダルとかなんか足元が超ルーズな感じをしてみたいなって思ってます。でっていうのもなんか、去年ぐらいから結構ウィメンズでは、海外で少し流行ってて、サンダルとかちょっとぺったんこ系セレブリティが結構サンダルとか B さん履いてるスタイリングが結構あったと思うんですけど、ちょっと個人的にもなんか今までそれこそ去年とかはショーツに革靴を合わせるみたいなスタイル結構好きだったんですけど、なんか気分的にもっとリラックスしたい雰囲気だったので、ちょっと自分なりにまとめて集めてみました。ということでまず一つ目から紹介していくんですけど、こちらですね。この、結構ド派手なスタイリングではあるんですけど、ちょっとこの B さんのルーズな感じがもうよく伝わるコーデだなと思ったので紹介しましたね。こんな感じのちょっとルーズな B さんにショーツ合わせて、でちょっとサングラス、アイウェアとか、こういうアクセサリーとかで、周りの形を綺麗に整えていけたらなって思うんですけど、去年とかのスタイリングだと割とジョーツとか使って足元は結構かっちり、それこそブーツだったり革靴だったりっていうのが結構メインで、あとバッグとかを少しきれいめに合わせたり、革靴きれいめ、バッグきれいめで T シャツにショーツとかのスタイルが結構去年までは多かったんですけど、今年ちょっと別のスタイリング、大人な少し遊び心のあるスタイリングを組んでみたいと思ったので、結構 B さんを取り入れてみたいですね。で2つ目早速いくんですけど、こんな感じ、これは結構ねやりやすいかなって思います。なんか、B さんにこれはちょっとスカートなのかな、ちょっと袴っぽい感じのショーツに、ピンクのチェックシャツを合わせてあるんですけど、でカバンはちょっときれいめなレザーのハンドバッグを合わせてて、やっぱりサングラスは必要かなと思うんですけど、こんな感じのスタイリングもめちゃめちゃいいなって思います。結構ね、日本人で知ってる人は、あんまりまだ見かけないので、本当 B さんのスタイリングちょっとやりたいですね。まだ B さん持ってないんですけど、でBさん持ってなくてちょっとおすすめしたいのが、インスタとか見てくれてる方は見たことあると思うんですけど、こちらのチリングセレモニークラブっていう僕が駒沢のフリマで出会ったブランドのレザーのスリッパーですね。こんな感じ、これを裸足で使うのもいいし、靴下と白靴下とかと合わせたスタイリングも1個あるんでちょっと載せておきます。こんな感じのねぺったんこのスタイリングとか合わせるのかなりちょっと今の気分がこんな感じです。夏の気分、ちょっと力が抜けてる感じのスタイリングが組みたいですね今年は。でこういうのを持ってないって人には逆にこの辺のぺったんこのちょっとローテクな感じだけど少しレザーの、ヴィンテージ風の、これは前回の購入品で紹介しためっちゃ履いてるんですけど、ビリーズコラボの
アディダスのスニーカーだったり、これはもう去年から履いてるビルケンのソールがスニーカーになってて、ちょっとスウェードの革でできてるレザーシューズですね。なんか今までは結構ガチガチの黒のレザーシューズだったり、まあ結構きれいめな感じの靴を合わせることが多かったんですけど、ショーツとかは今年はこんな感じの力の抜いたスタイリングを結構組みたいなと思ってます。足元は。でこれはね、いいのは、今までその紹介してきたやつらは結構裸足で履けるんで、かなりなんか足元すごい、それこそ B さんに近いようなスタイリングができると思います。結構ね、B さんまだ持ってないんですけど、 B さん自体はほんと多分安いと思うんで、普通に、ノーブランドとかだったら全然 Amazon とかでも買えるんじゃないかなと思います。でこういうのもいいかな。こういうちょっとスラックス合わせてちょっと足元だけ力抜けてる感じ。ちょっとヘンリーネックのこの感じのロン T はちょっときれいめすぎるんで、僕だったら今着てるようなちょっと首元広めのテロテロのアンダーカバーの T シャツなんですけど、こういうのつけて、でちょっと細めのゴールドのネックレスとか、ちょっと夏っぽいなって思うんですけど、こんな感じのやつとか、ちょっと今目に入ったから出すけど、こんな感じのクロコダイルのチェックの綺麗なんだけど少し力抜けてる、いい意味でおじさんっぽい感じの柄シャツとかいいかなと思いますね。ちょっと綺麗めすぎない感じなんだけど、少し綺麗めで合わせて、で足元めちゃめちゃ抜くっていうスタイリングがしたいですね。ピンタレストで集めたやつだと、この辺の黄色のシャツにショーツでちょっとレザーのこのスリッポンみたいな感じで合わせてあるスタイリングとか、かなりいいなって思いますね。ちょっとこのなんて言うんだろうな、ブラウンの髪を生かしたスタイリングしたいですね。あとはやっぱ今まで紹介してきた、この前回の動画でショーツの紹介したギンガムチェックのショーツ、これ膝下ぐらいのショーツなんで、これはめっちゃ多分使いやすいと思うんですけど、それこそちょっとこの女性のスタイリングになるんですけど、ブーツとあとギンガムチェックのショーツ合わせて、ちょっと上は綺麗めな感じで合わせてあげて、ちょっとパンツで遊び心出してあげる。これもちょっと気の抜けたスタイリングかなと思いますね。プラス、やっぱちょっとね、こういう感じのなんか気分なんだよね。これは去年から使ってるけど古着のものなんですけど、ウィメンズのストライプのパンツ、これはちょっと膝上で少し足元肌が見える感じの、ちょっと難しいけど、こういうのはでも革靴と合わせたりとか、あとちょっと前に下北のバズストアで購入した七分丈くらいのスラックスとかも使ってみたい。なんかやっぱ足元のこのルーズな感じのスタイリングに合わせやすい感じでしたいですね。だからちょっとなんて言うんだろう、デニムとかは全然履くけど、もっと力の抜けたスタイリングもしてみたいなと思いました。てかプラスこの今履いてるこのアディダスの普通のアディダスのジャージなんですけど、こんな感じのブラウンのやつに今ちょっと白 T で首元広めの白 T グラフィック入ってるやつ着てて、でプラスさっきのこのスリッパレザーのやつとか合わせてあげるとかなりいいかなと思いますね。これでね、普通にさっきの B さんとか合わせてあげてもいいと思います。こんな感じのスタイリングしたいかなっていうのが一つと、あとギンガムチェックでいくと、ちょっとこれね、この前組んだコーデに若干似てるんですけど、下はちょっとかかとが入ってて高さが出てるんですけど、プラスそこに青と赤ので白挟んでて、結構カラフルなコーデなんですけど、ちょっと僕が最近コーデ組んだこの CK のデニムのシャツと合わせたコーデと若干似てますね。こんな感じのコーデだったり、これは若干難しいけどね、コーヒー飲んでてかなり膝上のチェックのパンツ、ギンガムチェックのパンツ履いてるんですけど、これめちゃめちゃむずいかなって思うね。これマジでむずいでもめっちゃかっこいい。あとかっこいいなと思ったのがこれかな。この黄色の T シャツ着てて、ちょっとワークっぽい感じのキャップかぶってて、で黄色でちょっとパキッとした色入れてて、で足元はB さんでかなり力の抜けてるスタイリング。これめっちゃかっこいいなって思いましたね。これも白 T、シンプルな白 T に、カーゴのジョーツ合わせて、でちょっと星の入ってる B さんをかぶってて、でも結局ね、こういうスタイリングで大事になってくるのはやっぱサングラスかなって思うんですけど、こういう感じのちょっと奇抜めなサングラスはやっぱ夏必要かなと思いますね。これメガネだったりとか、あとちょっとシンプルでもいいんですけど、やっぱサングラスめちゃめちゃ重要だなと思いますね。白 T に合わせるにしても、結局やっぱこういうのかけるだけでかなり夏のファッションの印象をガラッと変えてくれるんで、こういうのかけてるだけでかなり
おしゃれになるんで、やっぱメガネ、サングラスは超重要です。次はこういうブーツ。ちょっとこれは多分ウィメンズのスタイリングだからちょっと少し短すぎるかなとは思うんですけど、こういうのもかっこいいなと思いますね。ちょっとロングのブーツにかなり短めなショーツを合わせて、でちょっとぴっちりめの T シャツを合わせてるんですけど、手元でちょっとアクセサリーでアクセント入れてる感じのスタイリングだったり、もう一個ブーツのかっこいいスタイリングあったんだよな。そっか、このさっきの女性のやつと、この海に行ってる人のスタイリングもかなりかっこいいけど、これはねかなりめちゃめちゃ難しいと思う。正直めちゃめちゃ難しいと思うけどかっこいいですね。これだ、あった。アディダスのこの今履いてるパンツのサイドトラック入ってるやつで、それのショーツバージョンにエンジニアブーツのロングブーツ合わせてて、で白 T なんですけど、腰元にこういう小物が入るベルトっぽいベルトバッグみたいなのを合わせてる。このスタイリングもめちゃめちゃかっこいいなって思う。結構力入ってる感じなんだけど、やっぱりそのアディダスのジャージでショーツってだけでかなり力抜けてて、レザーブーツとレザーのベルトポーチみたいなのつけてるのに力が抜けてて、これもめちゃめちゃかっこいいなって思いましたね。この感じかな。でもブーツのスタイリングはやりたいって感じでもないんだけど、この辺はかなり膝上のショーツでもかっこいいなと思ったね。あとね、このねちょっとねブランドわかんないんだけど、この2018年の SS のスタイリング、この2枚ねめちゃめちゃかっこいいなと思って、あと特にこのグレーの T シャツの方、赤色のちょっと日の丸っぽい感じの T シャツになってるんですけど、ちょっとプリーツの入ったこれスカートっぽい感じの多分ショーツだと思うんですけど、この感じでちょっとウエスタンっぽい感じのブーツ合わせてて、でちょっとね T シャツのね質感がね、アップしてみたらわかるんだけど、ちょっとなんて言うんだろう、普通の T シャツじゃなくて白 T なんだけど、ちょっとワッフルっぽい感じの生地感、この感じの柔らかい質感でちょっと着丈が長めなこのスタイリングめちゃめちゃかっこいいと思ったちょっと英語みたいになったけど、これやばいなって思った。でもこれはねちょっとなんて言うんだろう、この人のちょっとヒゲだったりとか、あとかなりスタイルもいいと思うんですけど、あとタトゥーもかなり味出てるなっていうのは思う。正直これ、ちょっと今赤髪でちょっとこういう感じのスタイリングも多分似合うかなと思うんですけど、なかなか日本人が似合うスタイリングではないかなとは思うけど、めちゃめちゃかっこいいって感じで、こういうねちょっと短めのショーツだったり、足元 B さんだったり膝上のショーツだったりして、少しちょっと力の抜けた感じのスタイリングを今年はやりたいなと思います。でそれに合わせて買った最近のアイテムも1つ2つ紹介しようかなと思うんですけど、まず1つ目はさっきも紹介したけど、このちょっとね細めのネックレスですね。こちらブランドがねソロっていうブランドのネックレスなんですけど、島根県のブランドみたいですね。ちょっとインスタでご連絡いただいてギフトしていただいたんですけど、めちゃめちゃちょっとね夏はこういう細めのゴールドのネックレス欲しかったんで、最近かなり使ってます。ちょっとこういう首元広めの白 T とかと合わせて、でプラスちょっと細めのネックレスがちらっと見えるのはかなりいいかなと思います。でもう一個がショーツ、こちらですね。このインスタではちょっと紹介したんですけど、ケンゾーゴルフの、ちょっとフェイクレザーでシワが少し割れとかがあるんですけど、これ見つけてめちゃめちゃ可愛いなと思って先月購入しました。これねかなり膝上のショーツなんですけど、ちょっと膝上は少し子供っぽく見えがちなパンツだと思うんで、逆にこういうのは革靴と合わせるのが綺麗に見せるのがセオリーだと思うんですけど、このパンツはね逆に子供っぽく見えがちなショーツなんだけど、それをちょっとレザーのこの質感でちょっと大人っぽい感じに見える、膝上のショーツなんだけど少しでも子供っぽく見えない感じのアイテムなのがかなり気に入りました。でこのねタグも可愛いんだよね。ちょっとこのヒョウ柄な感じのケンゾーゴルフって書いてて、なんでもしショーツちょっと膝上のやつ挑戦してみたいなって人は、ケンゾーゴルフの、今はちょっともう販売終了してるんですけど、古着屋さんとかそれこそメルカリとかで調べて探してみるのはかなりいいかなって思いましたね。あとはやっぱ夏はここら辺のアイウェアサングラスは
もうマストアイテムだと思います。ってことでこんな感じで今回の動画は終わろうと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。で、夏始まると思うんで、次は何にしようかな。夏、なんか去年ぐらいにサングラスの全部紹介とかしてるんで、次はサングラスのアイテムとかも紹介できたらなって思うので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。ということで、なすいでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。